見に来てくれてありがとう。1、信長の意外な弱点はアレルギーだった。織田信長は強靭な武将として知られているけど、実は花粉症だったという説があるんだとか。春先になると鼻を噛んでいる姿が書状に記されているほど、そんな彼も戦では気力で乗り切っていたのかもね。戦国時代でもティッシュがあれば便利だったのにね。2、ナポレオンの帽子が流行を生んだ。ナポレオンが愛用していたバイコルヌは彼のカリスマ性によってヨーロッパ中で大流行。当時は自信の象徴として多くの男性が真似したらしいけど、ナポレオンの帽子は実際には小さいサイズで彼の身長をごまかすためだったとか。帽子が大きすぎたら逆にバランス悪そうだしね。3、エジプトのファラオのヒゲは作り物。古代エジプトのファラオ像でよく見るヒゲは実は作り物。ヒゲをつけることで神聖性を示していたんだよ。でも実際には女性ファラオもいたから、彼女たちもヒゲをつけていたんだとか。私もヒゲつけたらファラオになれるかな。4、バグダッドのバッテリー。古代メソポタミアで発見された壺型の器具には電池のような構造があり、バグダッドのバッテリーと呼ばれているんだって。この謎の発明品、当時の人たちがどんな風に使っていたのかは今でも不明だよ。これでスマホ充電できたらすごいけど、当時にスマホないか。5、戦国時代の忍者たちはおやつを携帯していた。忍者たちは任務中にエネルギー補給できる養子の微糧食と呼ばれる軽食を持ち歩いていたんだって。特に干し飯や味噌玉が人気だったとか。意外と今の登山食と似ているかもね。6、バイキングはお風呂好きだった。荒々しいイメージのあるバイキングだけど、実は綺麗好きで週に1回以上お風呂に入る習慣があったんだよ。当時のヨーロッパの人たちよりもずっと綺麗好きだったんだって。バイキングより私の方がお風呂入っているし。7、アメリカ大統領がヌードモデルだった過去。第6代アメリカ大統領ジョン・クインシー・アダムズは若い頃にヌードモデルを務めたことがあるんだって。水泳が得意だった彼は川で泳いでいる姿を描かれたそうだよ。まさか大統領のポスターが裸から始まったなんて。時代が違うよね。8、日本初の寿司は発酵食品だった。今の握り寿司が生まれる前、日本では慣れ寿司と呼ばれる発酵食品が一般的だったんだよ。米の中に魚を漬け込み、酸っぱくなるまで熟成させて食べるスタイル。今でも滋賀県の船寿司にその名残があるんだって。船寿司食べるの勇気いるけど、昔の人ってチャレンジャーだね。9、イギリス王室で熊の手が食べられていた。中世のイギリスでは熊の手を珍味として食べる習慣があったんだよ。王室の食卓に並べられることもあったんだけど、実は薬効があると信じられていたからなんだとか。手のお肉なんてどんな味なのかちょっと気になるね。10、歴史を変えた失恋エピソード。ローマ皇帝ネロは恋人ポッパイを失ったショックで暴走したと言われているよ。彼の独裁ぶりがさらに加速していったのは、実はこの失恋がきっかけだったとか。恋って歴史まで変えちゃうんだね。でも暴走はダメよ。11、関ヶ原の戦いで忘れ物が歴史を変えた。関ヶ原の戦いでは石田三成の軍が兵糧の運搬を怠ったことで士気が大幅に下がったと言われているんだよ。たった一つの管理ミスが戦況を左右したんだね。大事な戦いでお弁当を忘れたとか、ダメすぎるよね。12、ガリレオが天才すぎて怒られた。地動説を唱えたガリレオがリレーだけど、教会の権威を脅かしたことで裁判にかけられたんだよね。でも彼は家に軟禁されながらも研究を続け、70歳を超えても発明をしていたとか。怒られても研究続けるとか。ガリレオさんメンタル強すぎ。13、シルクロードでロバが活躍。シルクロードの交易路では馬よりもロバが重要な役割を果たしていたんだよ。険しい地形や過酷な気候に強く、長距離の荷物運びに大活躍していたんだって。ロバさんお疲れ様。でも馬の陰に隠れがちだよね。14、江戸時代の都市伝説。鬼の存在が公式記録に。江戸幕府が公式に鬼退治を行ったという記録が残っているんだよ。農村で発生した奇妙な事件を鬼の仕業として処理したんだけど、実際には人間の仕業だったとか。時代が時代なら私も鬼退治できたかな。15、ルイ14世のトイレ事情が豪快すぎる。太陽王ルイ14世の宮廷ではトイレの数が足りなかったため、庭や部屋の隅で用を足すことが普通だったんだって。豪華絢爛なベルサイユ宮殿でも衛生面はおざなりだったみたい。トイレ我慢しないところが逆に王様っぽいかも。16、日本刀が一度禁止された理由。明治時代配当令が出されて武士の刀が禁止されたのは、刀が暴力の象徴とみなされることが増えたからなんだって。日本刀はその後美術品として保存される道を見つけたんだよね。今じゃ日本刀ってかっこいい文化だけど、昔は危険物扱いだったんだね。17、アメリカ独立戦争で旗が戦術に使われた。アメリカ独立戦争では
敵を撹乱するために似たような旗をいくつも掲げたり、嘘の旗で奇襲を仕掛けたりする戦術があったんだって。旗がただのシンボルじゃなかったんだね。敵を混乱させるとか、旗のポテンシャル高すぎ。18、ピカソもびっくり。洞窟の戦士時代跡、フランスのラスコー洞窟には、2万年前の人々が描いた動物の絵が残されているんだよ。そのクオリティは現代アート化を負け、動物を見事に表現していて、当時の技術力の高さに驚かされるね。2万年前にアートって、私、絵心負けてるかも。19、ナイチンゲールが統計の女王だった。看護師として知られるナイチンゲールだけど、実は統計学の天才でもあったんだよ。病院の衛生状態をデータ化して改善策を提案したり、円グラフを使った説明が大好評だったとか、お医者さんで統計学者って、もうスーパーヒロインじゃん。20、クレオパトラが香水工場を経営していた。クレオパトラは自分の美貌を維持するため、香水や化粧品の研究をしていて、実際に香水工場を運営していたんだって。香りを使った外交術も彼女の武器だったらしいよ。クレオパトラさん、香水プロデュースとか時代の先取りすぎ。21、アレクサンドロス大王がお酒で命を落とした。世界征服を目指したアレクサンドロス大王だけど、実は大量のお酒を飲んだことで体調を崩し、亡くなったと言われているんだよ。当時は健康を害するほど飲むのが男らしさの証だったとか、歴史的な失敗に飲みすぎが入るとか、お酒の怖さは万国共通だね。22、カエサルが不死を宣言した理由。ローマの英雄カエサルは、ある祭りのスピーチで私は不死であると発言して注目を浴びたんだって。でも実際にはこれ、敵を心理的に圧倒するためのブラフだったらしいよ。不死アピールとか、カエサルさん自信満々すぎ。23、モーツァルトの罰ゲームで生まれた曲。モーツァルトが仲間たちとのゲームで負けた時、罰ゲームで即興曲を作るよう求められたんだって。それが後に有名な曲のモチーフになったとか、天才の遊び心が音楽史を変えた瞬間だね。罰ゲームで名曲作れるって、才能チートすぎ。24、日本初の野球試合は侍たちがプレイした。明治時代、日本で初めて野球が行われたのは侍同士の試合だったんだって。しかも試合後に刀を振るって練習をしたらしいから、なかなかカオスな光景だったみたい。野球の後に剣道って、もはやスポーツ複合技だね。25、シェイクスピアの時代、演劇には女子禁止。エリザベス朝時代、女性は舞台に立つことが禁じられていたため、全ての女性役を男性が演じていたんだよ。当時の衣装とメイク技術は今以上に細かかったらしい。メイク男子が主役なんて、時代が逆転してる気がする。26、マリー・アントワネットのダイエット法。華やかなイメージのあるマリー・アントワネットだけど、実は甘いもの好きで太りやすい体質だったとか、それを気にして軽い絶食や運動を日課にしていたんだって。時代が違ってもダイエットの悩みって変わらないんだね。27、中国の皇帝がタイムカプセルを埋めた。始皇帝は自分の時代の繁栄を後世に伝えるため、密かに文書や財宝を地下に埋めたとされているんだよ。これが旗の始皇帝の墓として知られる未解明の遺跡なんだって。歴史最大のタイムカプセルってちょっとロマン感じるよね。28、中世ヨーロッパの毒殺マニュアル。貴族社会では毒殺が清掃の手段として多用されたため、毒薬の作り方をまとめた毒殺マニュアルが出回っていたんだって。中には失敗例や解毒法まで書かれていたらしいよ。怖いけどその本ちょっと読んでみたいかも。29、イタリアの塔が傾いている理由。世界遺産のピサの斜塔が傾いた理由は、建築中に地盤が柔らかいことが判明したからなんだよ。それでも工事を続行した結果、あの特徴的な姿になったんだって。逆に観光名所になったのはラッキーだね。当時の建築士、まさか観光地になるとは思わなかっただろうね。30、アメリカ建国のパイナップルブーム。18世紀のアメリカではパイナップルが富と権威の象徴だったんだよ。社交パーティーではパイナップルを飾ることが流行して、食べるというより見せびらかすためのものだったとか、パイナップルを飾るだけとか、もったいなすぎ。ご視聴ありがとうございました。あなたの気になる雑学もぜひコメントで教えてね。もしよかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。